こんにちは。今回は2022年下半期買ってよかったもの6つをご紹介したいと思います。もう早いもので2022年もね、残りわずかになりました。で、前半も2022年買ってよかったもの上半期というのを取ったんですけども、今年もね、あと少しになって、今年の後半って何か買ってよかったものあったかなと思って振り返ってピックアップしました。今までの動画でね、お伝えしたこともあるものもあるんですけども、最近買ったものの中でいいものも何点かあったので、今回ご紹介したいと思います。ではまず1つ目はコスメの中から選んだんですけれども、このデコルテのリポソームアドバンストリペアクリームです。でこれは中がね、こういう風に結構使ったんですけども、こういうね、白い感じのね、こういうクリームで、これは 50g 入ってます。でこのテクスチャーもすごくいいし、伸びもいいし、軽やかで、でも保湿力もしっかりあるので、本当にね、これ買ってよかったなって思ってます。でこれのもっといいところは、1日の疲れをね、癒してくれて、4時間分の睡眠の効果があるっていうことでね、それぐらいね、肌の張りとか、柔らかくしたりね、きめを細かく整えたりとか、そういった効果があるっていうね、クリームです。でこれね、お値段もね、実は結構リーズナブルなんですよ。夜のクリームってそうですね、だいたいもう2万とか3万とか結構高いクリーム多いんですけども、これはなんと1万1000円なんですよ。出た時にね、うわー結構安いのにナイトクリームで、ね、こんなにしっかりしてて、これすごくいいなと思って、これだとね、女の子同士でのなんか誕生日とかなんかあった時にお礼とかでもプレゼントしやすいですし、1万1000円ぐらいだとね、すごい高価なものもらった、お返しどうしようってこともね、あまりないと思うし、なんかこう使いやすくて、でそして友達にもね、紹介しやすくて、本当にいいクリームだと思いました。今までもね、1万円以下で買えるコスメっていうのを YouTube で上げたことがあったんですけども、もしその時にね、これに出会っていたら、あげたかったなと思ったんですけど、でもこれ発売が本当に最近でね、今年の下半期だったので、出てすぐ買ってね、気になっていたので使っていたんですけども、評判通りね、いいクリームでした。本当使いやすいんですよね。テクスチャーもいいです。本当伸びもいいですよ。ちょっと使っていますね。こうやって指でちょっと取って、私いつも爪取っちゃうんですけど、こうやってね、ピッとすごく伸びるんですよね。で結構しっとりします。ただね、そんなに重くないかな。いつも使うのは美容液を塗って化粧水をして、でその後オイルをいつもやってます。でそのオイルをやった後にこのクリームで蓋をして、でアイクリーム塗って終わりっていう感じですね。過去に使っていたクリームの、例えばドゥラメールとかね、クレドポーボーテのクリームに比べるとやや軽めなんですけども、それでもね、オイル使ったり美容液もたっぷり使うと、ほんとちょうどいいくらいね、しっとり感があります。だからあまりこってりしたクリーム苦手だけど、でもちゃんと保湿したいっていう方にはちょうどいいと思います。では2つ目はコスメのつながりでもう一つ選びました。このボビー・ブラウンのクリスマスのシーズンに出たコスメです。開けてみますね。中はこんな感じになっています。リュクスアイ&チークパレットインカンデッセントグローというね、パレットになっていて、中がハイライトになっております。でここは全部アイシャドウですね。だから6色のアイシャドウがついていて、ですごくね、綺麗なハイライトもついております。で今までボビー・ブラウンといえばこういったクリスマスにね、パレット出てたんですけども、買ったことなかったんですね。ただすごく気になっていて、このラメの感じがね、綺麗だなと思って今回ね、買いました。ボビー・ブラウンといえば結構ラメがね、大きくてキラキラしたものもあったり、こういったね、上品なラメのものもあったり、ゴージャスな目元になるアイシャドウが多いんですけども、今回はこうちょっとね、チャレンジしたかった茶色系と暖色系の色だったので購入しました。でこれもね、前回動画で上げております。こんな感じでね、こうメイクがすごかったんですよ。もうハイライト塗った瞬間ね、ここもうピッカピカになって、でもうこれちょっと冬にやりすぎかなって、夏っぽいな、ブロンズ肌にいいのかなって思ったぐらいピカピカしちゃったんですけど、それに、ゴールドのアイシャドウも使ってもね、使いやすかったですし、ブラウンのアイシャドウでね、上は薄くベージュ系のアイシャドウでもすごく相性良くてね、使いやすかったです。でこのシリーズね、もう定番になってますね。色が変わっても毎年クリスマスに出るパレットになっていて、一つあれば、1年ね、持つしかなりゴージャスなメイクになるので、あればいいかなと思っておすすめです。で毎年出るんで、来年もね、どんな色が出るかなと。
ボビー・ブラウン自体はちっちゃいアイシャドウいっぱい持っていたんですけども、こういうねパレットになる方がやはり一つでいろんなメイクが楽しめるので、個人的にはねパレットをすごく好きで使っております。あとはね、今年買ったのクリスチャン・ディオールもアイシャドウ何点買ったんですけど、そうですね、色の付け方とか、私が買った色味の中だったらこのボビー・ブラウンがね一番いいかなと思いました。買ってよかったもの3つ目はコートです。今年はこの冬ね、この2つのコートを新調しました。これは両方ともエルメスなんですけども、初めに買ったのはね、こちらの茶色の方のコートを買いました。これは着物っていうタイプのコートになるそうで、この辺りがねなんとカパッと開いております。だからあまりこう裾がバーンとねバルーンタイプに広がるようなスカートにはちょっと合わなかったんですけど、パンツとかストンとしたスカートにはとても合ってね、ラフに着れるのでとても気に入ってます。これはたまに仕事の時も着てるんですけど、でもどっちかというとね、ドレスで羽織るコートというよりは私服の時に着てるお気に入りのコートです。でこれのいいところはですね、この袖口です。袖が結構広いんですよ。これが着物っていうねコートのデザインなんですけども、今までは薄いニットとかカーディガンねこう羽織ってて、まだこう袖がかさばるタイプのものじゃないんですけども、これからはね真冬になっていくとどんどん厚手のニットも出てくるんで、そしたらねこうタイトなコートよりもこうやってゆったりねパッと羽織れるコートの方がいいなと思ってこれを着て思いました。で過去にね買ったコートで袖口がすごくタイトで、こう袖がねこうキュッとね細いコートが今まで多かったんですね。でそうすると厚手のニットを着た時にねこう腕が回らないというか可動域が狭くて、前にこうかがむとこう背中がね突っ張る感じがして、なんか冬のコートってもっとこうゆったりしてすごく生地がいいのないのかなと思って探してこれを購入しました。で過去ですね、今まで買ったコートで着心地だけで言うと本当にねエルメスって素材がいいので着心地がいいです。あとはロロピアーノですね。それのコート、こう赤くてフードがついててファーがついてるやつがねあったんですけど、それはポンチョタイプだったんで、そういったね生地のいいもので今度はコートがあったらいいなと思ってたまたま出会ったのが今回これでした。やっぱり生地で言うとエルメスとロロピアーノいいですね。いろんなブランドにねロゴがついてたりとか、もうデザインが可愛くてなんか欲しいのはいっぱいあったんですけど、今回はね着心地重視でこちらのコートを選びました。でそしてこれは少し薄手になっていて春のコートになってます。2023年の春用のコートで、日中のあまり寒くない日にこちら着ています。これ結構薄いんですね。さっきの生地に比べると、ちょっと軽くなっております。あれもあんまり重くなかったんですけど、これはとっても軽いです。でこのコートのいいところはですね、この大きなポケットがついていて、これがね本当にね可愛いですね。もしこのポケットがなかったら、ちょっとシンプルというか、なんかちょっと大人っぽすぎるのかなと思ったんですけど、このデザインはねこのポケットのおかげで可愛いなっていう感じです。このポケット結構大きいんですが、なんとね横から入るタイプになっております。ここですね。こういうのってねなんか上から入りそうなんですけど、これデザインでちょっとたっぷりは入るんですけど、あんまり入れないタイプの服ですね。携帯電話ぐらいは入れていいと思うんですけど、あんまりね入れるとこう前にこうボコッとなっちゃうんで、こういう薄手のコートなんでね、なるべく荷物はポケットに入れずに着た方が可愛いかなと思っております。これほんとね触ったらもう全然違うんですよ。手触りが良くて、やっぱねエルメスのコートって素材がねいいなって思います。今までねほんといろんなコートをね毎年新調してたんですけども、今年になってね初めてエルメスのコートデビューしてから、それからはこういうね着心地がいいものをどんどん増やしていきたいなって思っております。そして買ってよかったもの4つ目はエルメスつながりということで、ちょっとパックを一つご紹介したいんですけど、このバーキンカーゴの35センチのカバンです。でこれはいろんな色があったんですけども、私はたまたま出会ったのが黒だったので今回は黒を購入しました。でこれのいいところはですね、今まで35センチのバーキンは顔のものを持ってたんですけどもね、それが結構重たいんですよ。35センチのものに荷物をたくさん入れてしまうと、もう持ってるだけでこうしんどいというか筋トレみたいになってきて、本当に疲れてあまり使わなくなっていたので、今回ねこれね布なんですね。布タイプのバーキンがいたので、こちらね旅行カバンにいいかなと思って購入しました。これはね荷物を入れても全然重くないんですよ。ほんとねたくさん入ります。
これカップホルダーついてるんですけど、これちょっとあんまり役に立たなかったんですけど、中はねこんな感じで1泊2日、2泊でも温泉だったら行けますね。荷物が多いとかはちょっと難しいかなって思うんですけど、翌日のね着替えの T シャツとかニット入れたりして、あとは化粧品とかメイク落とすものとかスキンケア持って行ってもまだたっぷり入ります。ほんと軽いんですよ。これね難点はね、私猫がいるんでね、もうすぐさっきもコロコロしたんですけど猫の毛がついております。わー、なんかすごい舞ってるんでしょうね、家の中ね。わー、ちょっとやっぱ黒だから白目立つな。それぐらいですかね。で収納自体はちょっとこうねチャームちょっと中に寄せますが、ここにね、ちょっと収納あります。だいたいバーキンっていうのはね、中にここにマチがあるんですけども、その収納がないんでこう外についております。はい、これついております。これは使ったことないですね。カード入れですけど、飾りですかね。であとは後ろにも収納があります。はい、ここにもなんかね入れますね。私よく領収書入れてますお会計した後にねパッと開けて中にね領収書しまっております。であとねこのサイドもねあるんですよ。これここも使ったことないですね。飾りみたいな感じですね。であとですね、これがさっきあまり使えないって言ったコーヒー入れるねホルダーなんですけど、これ1回購入した時にねスタバで今たまたまこれウーバー頼んで近くに置いてあるんですけど、こうやってコーヒー頼んだんですね。でこのはめてやったんですよ。そしたらこれトールサイズなんでどうかな、ちょうどいいのかもしれないですけど、結構大きいサイズ頼んだんですね。ベンティとかグランデとか。そうするとこの中の液体がこう重さで傾いて危ない感じだったので、かっこいいんですけどあまり実用的じゃないかなって思います。でも写真でネットに上がっているものにはこうねついてるんですね。ちょっとつけてみたいと思います。なんかアウトドア仕様なんでしょうね、きっとね。こういうところに刺して使ってくださいねっていう。ただ現実問題、このカバンにこれ刺して使ってこぼれないんですか、ちょっと心配ではあるんですけど、こんな感じになります。カップ入れていますね。いや心配だな、私口紅いっぱいついてるしな。よいしょ。怖い怖すぎる。これは大丈夫かなこんな感じなんで、これでちょっと歩くと中のやつこぼれそうですね。ペットボトルのサイズどうかな。ちょっと今スタバのこれしかないんでわかんないんですけど、こういう感じでねいつものバーキンと違ってカジュアル持ちできますよということで、これは本当に買ってよかったです。なぜ軽いんですね。だから旅行にどんどん使っております。あと買ってよかったもの5つ目はですね、じゃん、これも動画で紹介して一生懸命組み立てたんですけど、猫の爪研ぎです。この爪研ぎはね本当に役に立ってます。もう最初からこれを設置してたら全くソファーってボロボロにならなかったんじゃないかなっていうぐらい、これめがけてね爪を研いでくれるんですよ。ちょっと近くにね寄ってくるとこんな感じですね。ほらもうすごいでしょ。もうバリバリになって、なんかこう編んでるところが、もうこうなってモケモケになっております。見えますか？こう上ばっかりになってますね。だいたいここをバリバリするんですよ。でここはあんまりやらないですね。ここ猫がねバーッと走ってきてソファーに向かってやってくるんですけど、このアームのところにね一目散に行ってこれをバリ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 やっております。これのおかげでね今はね、ガムテープ貼ってるんですけど、そこからはもうひどくなってないので、もっと早くねこれを設置しとけばよかったなと思いました。もしねお家で猫を飼ってらっしゃる方がいて、革製のソファーじゃなくてこういう布製のソファーだと、バリバリされてねもう傷んでしょうがないっていう困ってるっていう方がいらっしゃったら、ぜひこの爪研ぎを設置してみてください。本当にこちらね買ってよかったです。そして最後はこれ Amazon で買ったんですけど、このフットウォーマーです。これね足先が冷え性なんで、家の中の廊下をねペタペタ歩くと、もうほんと歩くたびに足が冷たくなって、もう真冬ねどうしようかなって悩んだんですけど、初めてこういった、あったかいものを買ってみました。ちょっとねこれボタンがついておりまして、今ね赤くなりました。これでね段階を調節できるんですけど、これで押せばこの紫で、そして緑とかねこうだんだん変わっていきます。で赤はめちゃくちゃ熱いです。
もう普通に履いててもなんかあっちってなっちゃうんで、私はいつもねこのグリーンとかね、黄緑ぐらいで調整して履いております。帰ってきたばっかりで部屋が寒くても足が冷たくならないので、本当にこれね、なんで今までこれ買ってなかったんだろうなって思いました。でこれはあと充電もできるんですね。はい、こうやってじゃーん、これを充電することによって繰り返し何度でも使えるんで、お得かなって思っております。ただ難点はね、私家の中で靴下履かないんですよね。あんまり部屋の中で靴下履きたくないので、今まで素足だったんですけど、それで寒くてこういうものを買ったんですが、なんか素足でこれずっと履くとやっぱこの中若干汗かいてきますよね。だからこれどうやってメンテナンスするのかなとか洗うのかなって今ちょっと不思議に思っております。まだ全然ね買って3週間ぐらいなのでね、まだ綺麗な状態なんですけど、これこのまま一シーズン終えて、来年に向けて保管する時とか洗う時どうするんですかね。もしこの手のものを買って、お家でね長く使っていらっしゃる方がいらっしゃったら、メンテナンスはこうするんだよとかね、こうした方が長持ちしますよっていうのがあればコメント欄でぜひぜひ教えてください。ということで2022年下半期買ってよかったもの6つをご紹介しました。今年もね残りわずかになってきました。たくさんね動画撮りました。Vlog 撮ったり、旅行の動画撮ったり、ホステスさんのお話させてもらったり、あとは買ったもの紹介ですね、私物の紹介もさせてもらいました。来年からなんですけども、今まではね月水金の週3日の投稿だったんですけども、これからね来年は火曜日と金曜日の投稿で週に2本でお送りさせていただきたいなと思っております。できればね他の時間になるべくね空いてる時間があればライブ配信ねこれからしたいなって思っております。で今までねライブ配信ちょこちょこテストでさせてもらったんですけど、なかなかもう6時とか7時とか8時ってブレアに毎日立ってるので、その時間できることが少なかったんですけども、来年はねライブ配信をもうちょっと多くしたいなって思っております。よかったら来年もぜひこのチャンネルを見ていただけたらと思っております。皆様も良いお年をお過ごしください。それではまた。She's all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.